NSR250R 倒立フォーク化動画のパート4だよ。今回は TL1000R のステムを使った NSR 用倒立フォークの紹介と、それに関連するフォークスパンの違いへの対応について説明するね。余談だけど、この TL1000R ステムと ZX10R フォークを使った倒立フォークセットをヤフオクに出品するよ。いろいろなパターンの倒立フォークを試した結果、手元に残す仕様を決めたんだ。その選考から漏れたのが、今回の TL1000R ベースのもので、丸々1セットにして出品するよ。極物部品なんで1円からの出品にしてるから興味があればそっちも見てね。ヤフオク出品リンクは概要欄に書いておくよ。それじゃまずは TL1000R ステムを流用した理由だね。倒立フォーク化パート1で説明したように NSR 用倒立ステムを作るためには、ステムベアリングの収まりとクランプボルトの位置、シャフトの長さが大事なんだ。TL1000R ステムはクランプボルトの位置は前側で、これがハンドルの切れ角を確保するためのポイントだね。それと、今回入手したものはトップブリッジが、社外品でキースイッチの取り付け自由度に期待したんだ。TL1000R ステムを使うメリットは、上下プレートとシャフトまで単独で成り立つところかな。パート3で紹介した YZF-R は、有用ステムは、シャフトを ZX-9R を利用したニコイチだったからね。それじゃ TL1000R 流用ステムの寸法と加工ポイントを説明するね。まず、トップブリッジとボトムブラケットのクランプ径で、最初測った時には、トップ 50mm、ボトム 55mm だと思ったんだ。実際に、TL1000R ステムのフォークのオークションなんか見ると、ボトム側 55mm 系といったものもあったりするしね。ただ、ステム側のクランプ径をよくよく測ってみたら 54.6mm くらいだったんだ。TL1000R ステムのフォークが手元にないから何とも言えないけど、54か 55mm かどちらかだと思うよ。今回は ZX-10RJK モデルのフォークを組むつもりだから、それに合わせてクランプ径を 55mm に広げることにしたよ。この加工はフライス板でのボーリング加工だね。フライス板のモータートルクが弱くてボーリング加工は苦手なんだけど、コンマ数ミリだからなんとかなったよ。それで、このステムの一番の問題は、フォークスパンが 214mm で、ZX-10R や YZF-R1 の 210mm より大きいんだ。フォークやホイールなんかの足回り部品を TL1000R で揃えれば簡単なんだけど、TL のフォークは、キャリパー固定が、アキシャルタイプで古さを感じるんだ。この対応は、自作部品も含めて後で説明するよ。次にオフセットは 30mm で、NSR の 35mm と YZF-R1 の 25mm の中間的な寸法だね。それとボトムプレートが厚い分、シャフトの突き出しが少し足りなそうだから調整が必要だったね。R1 のステムは裏面のザグリを増やして突き出し量を調整したけど、今回はボトムプレートの上面を 4mm ほど削って突き出し量を調整したよ。シャフト自体は上側ベアリング部とロックナット用ネジの加工ができれば OK。もともと 30mm 系のシャフトを NSR に合わせて 26mm 系にロックナットも M26 のピッチ 1mm に加工したよ。フレーム単体で仮組みして装着具合や干渉をチェックするよ。そんなかんなでハンドル切れ角も確保したし、ロックナットはダブルで締めることができるはずだね。問題なさそうだから NSR 車体に TL1000R 改造ステムと ZX-10R 足回りパーツを組み込むよ。今回はほぼノーマルのロスマンズ NSR 号に組み込んでみるよ。ロスマンズ NSR はカーボン中毒号を魔改造する中でノーマルとの変わり具合を評価するためのベンチマーク車だね。
ノーマルフォークから変更するとハンドルバーやブレーキ関連部品も交換するからちょっと手間がかかるね。こんな感じで装着できたよ。フェンダーは樹脂だからフォークスパン左右各 2mm の違いなら問題なく取り付けられた。この時点ではとりあえず組み付けた感じだね。ここから細かな調整をやっていくよ。今回はキーシリンダーもつけてハンドルロックができるようにしてるよ。ここからフォークスパン違いの対応に入るよ。こんな感じでフォークの内側でホイールが左右に遊んじゃう。それにフォークとブレーキディスクの位置関係が変わってキャリパーがつかない。その辺の対策としてホイールカラーとディスクの位置合わせスペーサーを作ったよ。もう一つの問題がアクスルシャフトが短くなってネジの係が減っちゃう。GGR1100 のアクスルが 10R より 5mm ほど長いからそれを流用するよ。まずはディスクスペーサーを入れるよ。それからカラーも対策品に交換するよ。細かなところでブレーキホースのステーやリザーバータンクステーも作ったよ。こんな感じで TL1000R ステム流用の倒立フォーク化が完成したよ。フェンダーの色違いは置いといて全体の雰囲気はなかなかいい感じでしょ。トップブリッジは社外品だから見た目シャープに感じるね。左右ともハンドルストッパーはギリギリを攻めて調整したからハンドル切れ角は実用範囲だと思うよ。左側はハンドルロックができるようにキーをセットしてるよ。それとシャフトの突き出しを増やしたからロックナットも二重にセットできるようになってるよ。これまで3つの倒立用ステムで4パターンの倒立フォークを試したけどどれも一長一短って感じだね。どれもそれなりの加工を加える必要があるしそれなりにめんどくさい。ただ TL1000R のステムを使うのは比較的手間がかからないパターンだったね。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。